はいさい、うちなネットワークコンシェルジュの比嘉アンドレスです。今日の、ハイサンドレのテーマは、首里城の復元についてお送りいたします。よろしくお願いします。2019年の、10月31日に首里城が燃えました。そろそろ、3年が経ちます。国内、海外の、多くの、方々から、たくさんの寄付金と応援の言葉をもらいました。昨年もですね、ハイサンドレで、首里城について、紹介しました。しかしね、もう1年が経ちましたので、気になりますね。それで、復元の、関係している方々たちに、説明を、聞きながら今日のハイサンドレを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それで今日説明してくれる、スタッフの皆さんを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私は沖縄総合事務局の上原と申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。去年はですね、火災直後の首里城の復興の様子をご紹介したんですけれども、今回は改めてですね、首里城とはどういう場所なのか、今これからどういう復元が行われるのかということをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。私は首里城公園の解説員、田畑と申します。田畑さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。田畑さん、基本的な質問なんですけど、首里城はいつからあります？はい、首里城はですね、なんと未だにですね、いつ誰の作ったお城かっていうのはですね、よく分かっていないんですけれども、はい、おそらくは14世紀の半ばぐらいからですね、はい、14世紀の半ば、はい、そのぐらいから作られたのではないかというふうにですね、はい、考えられてます。はい、でこちら今くぐったのは寛海門という門ですね。でそこをくぐると、ご覧のようにですね、見事な城壁、はい、で美しい門もご覧いただけるんですけれども、はい、こちらはですね、戦後に復元された復元のお城になります。素晴らしいですね。はい、戦後の話なんですけど、沖縄戦の時は首里城はどんな感じでしたかな？はい、首里城はですね、この近くにですね、日本軍の第32軍司令部号が、作られたということで、米軍からですね、攻撃の標的となって、古い城壁とか門、建物っていうのはほとんど破壊されてしまっているんですね。そうですか。でそれから、沖縄戦が、終わって、で、次の、首里城の形はいつから始まりましたかな？はい、戦争が終わってすぐに復元が始まったわけではなくですね、なんと戦後1950年代から70年代ぐらい、およそ30年間ぐらいですね、この場所に琉球大学があったんですよ。琉球大学といえば、現在の琉球大学がまた移動したということですね。はい、そうです。戦後ここに作られた琉球大学が、沖縄県の日本本土復帰をきっかけにですね、今の西原町宜野湾市の境目のあの場所に引っ越しをして、でその大学の跡地利用をですね、話し合いが行われて、でもう一度この場所に琉球王国時代の首里城を復元しましょうというふうに。じゃあ日本復帰は1972年にありましたね。その20年後っていうのは1992年から新たな、新しい首里城が作られたということですね。そうです。まさにこの戦後沖縄にとっての悲願でもあるこの首里城の復元というのがですね、復帰20周年という記念の年に向けて、発掘調査であったりとか、各地ですね、資料収集などですね、研究に基づいた復元というのを行って、それで20周年の復帰から20周年の1992年に、正殿を含む主要な施設が復元されて、首里城公園が一部開園していると
なるほどいうことですね。になります。まあ、ちょうど2000年の沖縄サミットに、まあ、間に合ったという感じがしますね。はい、はい、でまた2000年には首里城跡を含むですね、9つの沖縄の琉球王国の歴史などをですね物語る遺産群が世界遺産として登録されていますよね。9つの世界遺産ですね。そうですね。田尾さん、ここはどこですか？はい、ここに展示してあるのは、旧首里城正殿鐘という鐘なんですね。でこの鐘には別名がありまして、この方が有名です。はい、この別名のことが万国診療の鐘というふうにですね、呼ばれてますね。はい、どんな意味を表されてるんですか？はい、この鐘の銘文に書いてあることがですね、琉球王国がこの南の恵まれた場所にあって、でそこから湧き立つ蓬莱の島であると。で琉球王国が世界の国々をつなぐ架け橋となってですね、世界中の宝であふれるそんな島だということを誇らしげに刻まれています。なるほどですね。いや、まあ、場所的にも恵まれていたということですね。はい、まあ、どんな国で、まあ、どんな国と、使っていましたかな。はい、琉球王国時代は基本的には、中国と日本っていうこの2つの国なんですけれども、もう少し昔の時代に遡っていくと、朝鮮とかですね、あとは東アジア、東南アジアのインドネシアの島々であったりとか、あとマレー半島の、ね、国々とか、あとタイとかベトナムとかですね、そういった広い範囲にまでですね船を出して交易をして栄えていたという国ですね。はい、なるほどですね。まあ現在のですねまあ、世界の地南中も、まあ、この、万国診療の鐘の、まあ、シンボルみたいなもなっているという感じがしますね。はい、はい、ちなみに、うちのネットワークコンシェルジュの、窓口が、あるJICA沖縄にも、万国診療の鐘の、文が壁に貼られています。まあ、やはり国内と国際とのつながりを表しているという感じがしますね。今アンドレスさんからこの話を初めて聞いたんですけど、やっぱこの琉球王国時代の人が目指していたこの世界と国と国をつなぐ架け橋、はい、これがやっぱ今の私たちにも通じる平和への精神なんだなっていうのをすごく感じましたね。はい、まあ、素晴らしい流れですね。はい、はい、復興展示室に来ています。昨年もね来ましたが、まあ、いろいろ変わっているとも思いますので、まあ、紹介してもらいたいと思いますのでよろしくお願いします。沖縄県首里城復興課の小浜です。よろしくお願いします。ご案内します。小浜さん、いろいろ変わりましたね。はい。でも基本的に大きく変わったのは何ですか？はい。以前まではこちらにモニターがあって映像で紹介展示をしていたんですけれども、最近ですねこのような形でパネルで紹介をしています。例えば首里城復興に向けた取り組みですとか、こちらであれば、寄付金をどのように活用するのかなどについて紹介しています。はい、寄付金ですね、大事なポイントですね。はい、まあ、現在までどのぐらい寄付金を貯めています？はい、約55億円、はい、世界中から、はい、寄付集まりまして、本当にありがたく思っております。すごいですね。はい、まあ、国内と海外の気持ちが、伝わってるんですね。はい、はい、そうなんです。大浜さん、まあ、分かるスクエアは、はい、何%ぐらいで、割合でもらわれています？はい、ですね、国内が、約 70%で、海外からは約 0.2%、ですね、その他匿名の方からは、約 30% いただいています。はい。はい、でこれからどういうふうに、まあ、近い道というかな、はい、を、企画されてるんですか？はい、ですね、こちらに写真で示されてるんですけれども、はい、首里城正殿の装飾、こういった飾りですねに使われたりですとか、こちら扁額に使われたりですとか、あと、首里城正殿に使われる材木
としてですね、寄付金を活用させていただいて調達する予定をしています。はい、木材多く使いますね。はい、その木とかこの材料とかはどこから来れます？ですね、やんばるの国頭村から、はい、沖縄浦白菓子を調達して、首里城正殿の復元に使う予定をしています。そうですか。はい。で、寄付金はもう今回でもう終わりですか？いえ、ですね、3月までこちらの首里城復興基金という形で寄付を集めさせていただいてたんですけれども、4月からこちらの首里城未来基金という新しい寄付金を募っております。例えばですね、活用先としては、伝統的な宮大工ですとか彫刻師の人材育成に充てるですとか、あとこちらのように、首里のまちづくりに活用させていただく予定をしています。はい、いいですね。寄付金が、続いていますので、またご協力お願いします。小原さんも素晴らしい景色ですね。はい、首里城で一番高い位置にあるので、とても見晴らしが良いですね。はい。はい。小原さん、昨年来たんですけど、建物はなかったんですね。はい。こちらの大きな建物なんですけれども、首里城正殿をこれから復元するために、準備をしている場所になります。はい。この後一緒に行ってみましょう。はい、行きましょう。よろしくお願いします。